久々に大好評楽天シリーズということで、楽天について今日は語りたいなと思っております。ちょうどね、2024年12月期の決算報告がありまして、IR 資料なんかも出ていたので、それについてざっくり解説をしたいと思います。もちろん、三木谷さんのね、会見なので、当然楽天にとって都合がいい数字というか、都合がいい見せ方にしてる。そこはまあ当たり前なんで、そこ気にしててもしょうがないんですけれども、今回ですね、トピックスとしては過去最高の売上になって、そして営業黒字に戻りましたというところが大きいわけですけれども、まずこの営業黒字に戻った大きな理由としてはですね、AST スペースモバイルっていう宇宙にですね、超巨大なアンテナを打ち上げて、この間打ち上げね、実験的な打ち上げを成功してましたけれども、それよりももっと巨大なアンテナを打ち上げて、本当バスケットボールコートサイズぐらいのアンテナなんですかね。すっごいアンテナを何十機か打ち上げてですね、電波が到達しないところでモバイルとのですね、直接通信ができるようになるという壮大な計画なんですけれども、そんな衛星数で本当にカバーできるのかっていう疑問はさておき、この会社評価額が非常に上がっておりまして、楽天かなり早期にですね、この AST っていう会社に投資をしていて、今回ですね、持ち分法適用会社から除外されたんですかね。それで時価評価し直してですね、1000億の評価益が出たということ。ルールにのっとって時価評価したら1000億円ぐらいの利益が出ましたね。これによって営業黒字になってるのかなということです。なので、実質的にはまだまだ赤字っていうことなんですけれども、というのが一つ。そして、モバイル事業も過去最高の売上になって、トピックスとしては EBITDA が、単月黒字になりましたと。通期でも500億円台の赤字で、済みましたっていうことなんですけれども、ここもまたギミックがございまして、楽天のグループに対するモバイル事業をやることによってこれだけの貢献がありましたよってことが EBITDA のところにしれっと、これで前期の決算報告あたりからそういう謎の指標が出てきてたんですけども、そもそもモバイルの獲得をすることによってそんなに他の事業に好影響が出てるのか、むしろスーパーポイントアッププログラムをですね、モバイル向けに解約してクレームがついてるとか、なんかネガティブ、あとモバイルを契約するときにたくさんの楽天ポイントもらえるんですけれども、それむしろマイナスなんじゃないのっていう解釈もできると思うんですけど、会社側の解釈はこれは利益につながってるから200億円ぐらいですかね、大の約200億円ぐらいの利益が EBITDA に追加されていて赤字幅が減ってると。ただこれ償却、前の利益なので原価償却等を入れるとまだ2000億円以上の営業赤字になってると。売上も2000億円台なんで、2000億円台の売上で2000億円以上の赤字が出てる事業っていうことです。今楽天モバイルは。ARPU、アープって言うんですけど、一人当たりのですね、売上なんですけれども、こちらも他のキャリアがですね、3000円台後半にもかかわらず楽天はやっと2000円ぐらい。ということで、半分近くぐらいの売上しか出せてないということで、もちろんこれは価格折りにして使い放題みたいなことをやったりとかしてるので、アープが伸びないわけですけれども、お得な格安スマホという形で楽天の回線を売ってるわけですから、アップ上げる方法はあるんですかみたいな話はちょっとあるんですけれども、それを置いておきましょう。結局楽天モバイル回線を増やしていかなきゃいけない。ね、今回もね、前年度に比べて30万件ぐらいは伸びが大きかったということで、170万件台の、獲得ができたということで、月々あたり10万件以上獲得をしてるわけですけれども、そのペースでも全然赤字が、なかなか赤字が減っていかない。今年も1500億円ぐらい投資をすると。逆にそれぐらいでいいのかって話もあるんですけれども、それぐらい投資をするっていうことになっております。またですね、苦労して獲得したプラチナバンドなんですけれども、待機も少ないし、最近むしろ変にプラチナバンドつながるとですね、そっちの待機が逼迫してつながりにくい回線っていう風に言われたりもしかねないのかなっていうぐらい最近皆さんですね、もっと上の 1.7 ギガとか3ギガ台の回線のですね、マイクロセル化を進めています。ソフトバンクと Y モバのですね、もともと持ってた待機というか基地局があったりとかするんで、都心部でマイクロセルで展開できてて、割と最近ソフトバンク回線が都心で繋がりやすいのはそういった面もあるのかなっていうふうに思っております。そういったことをですね、楽天がマイクロセルで、今持ってる待機でできるのか、そういったところがこれから多分ね、競争力のところでは問題になってくるのかなと思っております。でも何より大事なのがですね、一時的な外的要因だというふうに会社側の説明資料には書いてあるんですけれども、一番
屋台骨を支える EC 事業がですね、ピークを打ったと。前年度比マイナスになっているということで、一時的な要因だというふうに会社は強調しておりますけれども、それを余って補えるぐらいの利上げを上げられなかったってことでもある。だから勢いが、つまり、モバイル頑張りすぎてて、屋台骨の EC がおろそかになっちゃってんじゃないんですかっていうのは、僕も株主なんでね、そういうふうに思っちゃいますよね。っていうのがあると。あと、虎の子の金融事業、どんどん切り売りが進んでおります。もう銀行証券これ以上売るとですね、連結から外さなきゃいけなくなるし、ついに楽天カードも 15% 売ったということで、まだまだ 15% なんで余裕あるっていうふうに思っているかもしれないですけど、残り 35% でね、また子会社から外れたりとかするんじゃないでしょうか。これ、証券とか銀行って言うても免許制の事業で資産も分別管理されてるんで、あんまり自由にできないんですけど、カードは違いますからね。楽天ポイントっていうですね、楽天経済圏の一番中のコアにあたる事業なので、切り売りが始まったっていうのは危険信号だってことを前から多分僕は強調してると思いますけれども、危険信号はまだずっと赤信号なんですよ。それはそれで。まだまだ楽天グループはですね、予断を許せない状況っていうのは今後も続いていくのかなというふうに思っております。なので、今回ですね、僕、株&モバイルの話しましたけど、株&モバイル本当に楽天モバイルの半分ぐらいの勢いで会員数伸びてるらしくて、株&モバイルは MVNO じゃないですか。それだけ伸ばせるってことなんです、簡単に言うと。前澤さんのアイディアと知名度、そういったものもあると思いますけれども、それだけ伸ばせてる。楽天の三木谷さん、トップ営業で大企業の社用携帯の回線をどんどん楽天回線に変えたりとか、楽天ポイントを使いまくってですね、楽天ユーザーの囲い込みをしたりとか、そういったことをですね、キビキビとやられている素晴らしいと思いますが、そもそも楽天モバイルって MNO じゃなくて MVNO だったんですけど、当時 IIJ に次ぐ2位ぐらいのシェアを持っていて、当時 MVNO 全体で 10% とか多分その辺だったと思うんですけど、逆に言うと伸ばせる余地がめちゃくちゃあるわけですよね。今の MNO になって、資金的に結構逼迫をしていて頑張って営業しなきゃってなって、全社体制で楽天グループ命をかけてですね、運命をかけてやってるわけですけれども、それぐらいの胆力があったら MVNO も伸ばせたんじゃないかと。MVNO をやってれば、こんな大赤字を掘る必要ないわけですよね。利益率は多少変わるかもしれませんが、水の利益が入ってくるわけで、それ考えたら、MVNO から MNO にわざわざ設備投資してリスク取る必要ありましたかっていうのはちょっと、僕は当時株主じゃなかったんでどうでもいいんですけど、疑問かなって思ってるのと、今後、宇宙から電波来る時代になった時に、地上のインフラの価値がかなり減損すると思うんですけど、そういった部分に関してどう思ってんのかなっていう、そういったところがですね、楽天の将来についてちょっと不安を感じる部分でもあるし、でもそれでうまくいかなかったとしても、前にも言った通り、どっかに買収されるし、楽天モバイルの伸びがさらに尻上がりになって、うまくいってもですね、株価が上がるということで、とりあえず僕はまだホールドしようかなっていうふうに思ってます。ということで、今日は久々の楽天解説でした。いってらっしゃい。